皆さんどうもこんにちは、富田海斗です。普段は音楽プロデュース、作詞作曲、編曲、音楽講師などをやっております。ちょっと鼻声ですいません。今日はずっと真夜中でいいのにさんのキラキラフューチャリング森カリオペさんっていう曲を聴いていきたいと思います。作詞があかねさんと森カリオペさん。作曲はあかねさんで、編曲はいつもの100回オートさんとずっとマイオですね。ラップ森カリオペさんとかね。音楽っていうのはね、いろんな人が関わってて楽しめる場所がたくさんあるんで、今回僕もちょっと初見なんですが、いろんな細かい部分もできれば楽しんでいきたいなと思います。早速いきます。行きますよ。 Let's go。早い、すごい早い、最高だ。なんか前奏のリズム、ギターのリズムが面白くて、ドラムとかベースとかのリズムの枠組みがある状態でのバッキングのギターだけが最初に抜き取られて出てきてるから、骨組みがね定まってない状態で始まるんで、安定した瞬間やっぱ気持ちいいねちょっと一回弾いてみましょうか。すごいです。歌早い。なんじゃー。余裕で出してるよ余裕に聞こえますけどね。これがちょっと待ってこのラップが森カリオペさんですね。めっちゃかっこいい。いい具合に2人の声が絡まってるね。キラキラかっこよい。ラップかっこいい。うわ、転調すんだ。めちゃくちゃあかねさんだ。なんか結構急に曲調変わる感じだね。すごいね、難しい転調してるんですよ、これって。転調しやすいキーの関係を近親調とか言ったりするんですけど、例えば平行調、同子調、属調、家族調とか、あと半音転調はたまにあるけど、それは近親調には入んないんだけどね。半音転調も割と転調しやすい。だけどこれはその反対の遠隔調っていう言われてるもので、その近親調に入ってない、転調しづらいキーの関係性のことを遠隔調って言うんですけど、だから結構ガラッと雰囲気変わるんですよ。それをスムーズにつなげるために、まずね、わかりやすいところで言うと、転調するところの歌詞をつないであるんですよね。キラキラ嫌いってスムーズに聞こえる。しかも、もっと重要なのは、この面白いね、メロディーがあったと思うんですけど、キラキラ最後の音がここで、サビ前のね。で、サビの頭の音が半音上のレの音になるんですけど、音って半音進行を導くような特性、形成っていうんですけど、そういうのがあって、メロディーで利用することによって、転調をスムーズにしてるんですよね。ちょっと言い方難しいな。これが、メロディーが転調してから離れてるところに行くとすごいね、歌いづらいと思うんですよ。だけど、メロディーを半音でね、上がるだけで、意外とメロディーの音は取りやすいから、それを、歌をなるべくスムーズにつなげることによって、結果的に遠隔調だけど、スムーズに繋がってるっていう。でも、雰囲気は結構変わるっていう。難しいことやってますね。おめえ何言ってんだ。この、つなぎの部分弾いてみようかな。サビの進行はいわゆる丸サ進行っていうやつで、
あかねさんがよくやる進行なんですよね。ずっとマヨ感がすごい出てるんですけど、いろんな要素が絡み合ってる。ちなみに、コンプっていうのは音楽を作る上で、ミックスっていう作業があるんですけど、それで使う重要なエフェクトなんですよね、コンプ。最低なコンプっていうのは、どういうことかっていうと、コンプっていうのはね、なんか楽器とか歌って音量の幅がすごい広いから、そのままね、曲にはできなくて、音量の幅を狭めてあげる必要があるんですよね。コンプレッサーって言うんですけど、大きい音を圧縮させて全体を底上げすることで、まあ結果ちっちゃい音が大きくなってるよね。で、全体として音圧が上がるっていうんですけど、全体として聞きやすくなるっていうのが簡単な説明だとコンプってそういうのなんですけど、最低なコンプっていうのはコンプね、かけすぎてる状態のことを言ってると思うんですよね。だからその後に揃ってるだけじゃつまらんしっていうのは、かけすぎると音量が揃いすぎちゃうの。そうすると抑揚がなさすぎるから音量揃いすぎちゃってつまらないみたいなね。さすがあかねさんのワードセンスって感じで非常に面白いです。2番聞こうかな。いや、イケメンだな、声が。繰り返し感がなんかラップのサンプリング感があっていいな。やばいねこれ。ピアノ聞きたいね。こんな感じ、めちゃくちゃいいっしょ。わおいきなり来た。すごいねこれ。すごいねこれ。ここの音程だからすごい取りづらいとは思うんですよね。いきなり言ってるかねこれ。すごい終わり方だ。面白い曲また出してきましたね。しかもなんか今回いろんな要素が絡み合ってる気がする。もっともっと細かいとこまで今後聞いていきたいなと思いました。評価とチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。